こんにちは、ウルトラマイクロマニアックスです。今日は前回のレビューで飛行できなかったフェイシオング FX816P38 ライトニングの続きをお送りします。前回までのあらすじ。管理人の住む千葉は9月初旬に直撃した台風15号によって最大瞬間風速 57.5 メートルという暴風が吹き荒れ、上陸地点の市内沿岸部だけでなく、千葉県全域に甚大な被害が出ました。県内の多くの公園も例外ではなく、風害による倒木や設備の破損、倒壊といった被害があり、いつも利用させていただいている公園も100本を超える倒木により、立ち入り禁止となり、本機の飛行レビューは断念していました。その後、やっと公園の部分的整備が進み、利用制限の一部が解除、いつもの広場が使えるようになりましたので、好転を待って飛行映像を撮影してきました。というわけで、飛行テストを。まずは手投げで離陸。おっと、左に行っちゃいますね。スティックを右いっぱいに切り続けても左にロール状態なので不時着させます。送信機にトリム機能がないため左右どちらかにロールや旋回をしてしまう場合は機体側を修正してまっすぐ飛ぶようにする必要があります。水平飛行ができるよう主翼をねじって応急処置。EPP 素材は破断の心配がないので安心です。若干右からの風があるので少し左に逃げますが、まあこんなもんでしょう。飛ばして最初に感じることは機首が軽くてヘッドアップしすぎるなぁということ。とりあえずオーバルや8の字を描き、旋回時の癖などを確認しながらメイデン飛行。なかなかいいんじゃないですか。旋回半径は大きめですが、急激な巻き込みや機首の落ち込みがなく、とても操縦しやすいです。滑空性能もいいですね。スロットルを抜いても姿勢変化がほとんどなく、高度がスーッと落ちる感じ。というわけで、初飛行ですが、甲板着陸にチャレンジしてみましょう。おっと。スティックに触っちゃダメでしょ。2本目は滑走離陸してみます。おっと、上げすぎた。やっぱり、ヘッドアップがきついですね。8ミリモーターのツインパワーは、機体を一気に離陸速度まで加速させるので、離陸は楽ですが、ちょっとスロットルの全開時間が長いだけで、ヘッドアップにつながるようです。とはいえ、ピッチングを抑えるのは簡単なので、不ゴイド運動からの回復は容易です。最初はだるめかと思った旋回性能も結構良いです。ラダーの操舵に合わせてスロットルを下げてやると相対的に片側モーターのパワーが突出し、
巻き込みも手伝ってロールしながら小旋回ができます。ただ、小旋回は高度を落とすことになるので、旋回の後半はスロットルを戻すと良いようです。シルエットがかっこいいですね。2チャンネルトイラジなのに、スティックへの応答性が良く、操縦が楽しいです。操縦しながら気づきました。降下させて速度を上げると同時にフルスロットルすると、軽めの機種も相まって、思いっきりヘッドアップし、ほぼ垂直にまで向かい角が立ち上がります。これは、もしかすると、2チャンネルトイラジでは禁断の技とされる、めくれループができてしまうかも。ちょっと、ループチャレンジを中心に遊んでみましょう。ループ成功。こりゃ楽しい。ちょっと前が軽いので、着陸させて調整します。調整完了。ヘッドアップしすぎることもなく、無難な離陸ができました。行った調整とは、バッテリーハッチに10円玉を一緒に入れるだけ。バランスが良くなったことで、さらに楽に操縦ができます。いい感じですね。ローパスがはかどる。もちろん、ループが犠牲になることもなく、普通にできます。楽しいですね。さて、最後は甲板着陸です。
10円玉いいですね。着陸もアプローチが楽になりました。